Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に刺激がして 어색해 날 원하듯 이곳 소리치면 돼 내게 no more drama Got me starting in my house my lens 見つけたよ心が Yes like my home my home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきますということでですね、今年の夏すごく楽しみですね。 SM タウンもあるし、日本で夏を満喫できるっていうのはね、僕ユータもすごく楽しみなところではありますし、何よりね3年ぶりのファンクラブイベント、すごくそのマネージャーさんから聞いたんですけど、結構ファンクラブ来たいって言ってくれてるファンのみんながいっぱいすごい好評で、なんかすごく僕もその話を聞いてね嬉しかったです。それじゃあ、今週の1曲目をお届けしようと思います。NCT127 でタッチ。This program is brought to you by Disney Plus。NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。この時間は期間限定で僕ユータがディズニープラスで配信されているいろいろな作品の見どころをお伝えしていきます。さて今週紹介するのはチップとデールの大作戦レスキューレンジャーズです。なんか昔にアニメがあったらしいんですけど、僕全然知らなかったんですけど十分楽しめましたね。映像も昔と違ってアニメに CG と実写がミックスされていて、そのあたりも見どころなんじゃないかなと思います。中身も今風のめっちゃ笑えるコメディになっています。ディズニーのキャラクターやディズニー以外のこのキャラ出していいのという癖がすごいキャラが続々登場するので、皆さんそこも細かくチェックするとさらに楽しいかなと思います。いろいろな映画へのオマージュも満載で、こんなに笑えるチップとデールはディズニー史上初めてではないのでしょうか。チップとデールの大作戦レスキューレンジャーズ、みんなの感想も教えてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。今週は久しぶりにこのコーナーをお届けしましょう。ラジオで旅する妄想コーナー、ラジオで言う旅、イエーイ。久しぶりすぎてよ、もう、いつぶり？ラジオを聞きながら、旅気分を味わってもらおうというコーナーです。すごい気になるんですけど、みんな旅行気分を味わえているのかなというね、そもそもの疑問なんですけど、皆さんの住んでいる場所のおすすめスポットやあるある、ご当地の美味しいものや面白い方言、ちょっとした雑学などを教えてもらって、僕とリスナーのみんなでラジオで言う旅をしたいと思います。じゃあそれではね、早速、まだ慣れてへん。それでは、ラジオで言う旅していこうと思います。ラジオネームぶちんちゃんさん、ラジオで言う旅北海道編をお送りします。北海道は梅雨がないのでいいね。梅雨がないのでカラッとした夏もいいのですが、おすすめはやっぱり冬です。空気がとても澄んでいるので星がすごく綺麗ですよね。でもゆうたくん寒がりでしたよね。はい、それなら暖かい部屋で窓から綺麗な星空を見ながら一緒にアイスを食べましょう。いいね。北海道は冬のアイス消費量が一番らしいです。おー。ゆうたくんは何アイスが好きですが、私は抹茶とバニラが好きなので半分こしよう。いいね。最高じゃないですか。俺ね、北海道めっちゃ旅行行ってみたいの。っていうのも友達がよく北海道に行くの。で、友達が言うには北海道に住んだ方がいいとか、北海道は絶対行った方がいいみたいな。もうご飯も美味しいし空気も綺麗やし、なんかいろいろその他もろもろなんかすごいよみたいな話をよく聞くわけですよ。で、俺はそんなにすごいのかいとそんなにすごいのかいと北海道は聞くわけです。いつもなんでかっていうと、雪祭り以来行ってないのよね。NCT
127とチームとしてね、一回、もう3、4年ぐらい前かな。北海道雪祭りに行ったんですけど、その時はもうスタジオとホテル行ったり来たり、ちょっと、時計広場とか行ったんか。そう。行って、そこの記憶しかないから、もっともっと北海道を知っていきたいなっていうフェーズに最近入ってきてた時の、文鎮ちゃんさんからのこのメッセージを。そうね、スープカレー食べたりしましたね。小樽を散歩したりしてました。はい、忘れてましたね。はい、ありがとうございました。じゃあ続いて、ラジオネーム、あゆちゃんさん。方言を教えてほしいとのことだったのですが、私が驚いた秋田の方言を一つゆうたくんにお伝えします。何でしょうか？それは秋田では、それなの代わりに、だからという言葉を使うことです。私は大阪シズニーなので、初めて秋田のことを話したとき、急にだからと言われてとても戸惑いました。それなって言った。確かにね、それなっていうのにな、だからって言われたらちょっと、傷つくよね。つって、だからって言われたらさ。確かにね。ゆうたくんは関西弁が伝わらなかった経験とかありますか？伝わらなかった経験しかないね。てか俺そもそもどこの出身の友達と喋るときも、基本は、もう、プライベートのときはもう、俺ほんまに、大阪弁しか使わへんから、それはもう、伝わらへんことの方が多いよ。それも、それで楽しいんやけどね。わざと言っちゃうみたいな。せやかてとか。もうせやかてを言いたすぎて、せやかて今日天気やなとか。って言われることをもう楽しんじゃってる俺が俺みたいな。それは関西人あるあるなんか知らんけど、伝わらない時のみんなのリアクション見んのが好きみたいな。はい。ちなみに、ゆうたび調べによりますとですね、秋田だけではなく、岩手県や宮城県などの、東北の方が使う方言だそうです。例えば、ご飯行きたいな、だからとか、今日暑いじゃん、だからといった感じで使うそうです。俺絶対使ったろ、このラジオ終わったら。だからって。ありがとうございます。韓国語で言うとですね、クロニッカーとかね、クニッカーっていうね、使い方と似てますね。そうですね。だから。最後はラジオネーム、ミルクさんから、静岡県のおすすめ、伊豆の三筋山を紹介したいと思います。稲取細野高原から車1台分の細いくねくね道を登り、駐車場からさらに歩いて10分ほど登ると、ここ日本というような、絶景が広がります。すすきが有名な場所ですが、春や夏は新緑の草原と青い海が眼下に広がり、初めて行った時には言葉も出ないほど感動しました。ぜひリチルのみんなにも見てほしい。なんならミュージックビデオ、MV 撮ってほしいぐらいの絶景なんですよ。愛犬とよく登った大好きな場所なのですが、その子が数年前に、空へと旅立ち、思い出が切なくて未だに行けずにいる私にとってはちょっと遠い場所です。本当に素敵な景色なので、写真だけでも探してみてください。ちなみにね、台本にも写真ちょっと載っけてもらって見てるんですけど、すごく綺麗なとこですね。本当に日本とは思えないような場所。みんなもね、ちょっとこれ検索して見てみて。多分ね、俺めちゃくちゃ好きだわ、多分ここ。俺、こういうとこに住みたいもん。おじいちゃんになったらね。何にも考えずに、もうこの大自然と共に生きていきたいみたいな。ちなみにね、ゆうたび調べによりますと、秋に見られるすすきの原は東京ドーム26個分の広さにもなるそうです。すげえ。時々パラグライダーで空からのパノラマビューを楽しむ人もいるそうです。いいですね。こんなところでパラグライダーとかね、やってみたいね。空からのパノラマビューを楽しみたいね。ということで、ラジオで旅する妄想コーナー。ラジオで言う旅いかがだったでしょうか、皆さん。皆さんの住んでいるところのおすすめの場所、有名な食べ物、変わった方言などを、教えてください。また皆さんの近くにね、ゆうたと名前がつくスポットやキャラクター、動物などもいたら、こちらもゆるーく募集しています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。それではここで一曲をお送りしましょう。オアシスでDon't Look Back in Anger。 NCT127 ゆうたのゆうたトーンお送りしたのはオアシスで Don't Look Back in Anger でした。なんかさ、俺ふと思ったんやけど、あれやりたいね。怖い話したいね。夏なんで階段
もうベスト怪談3みたいなのを紹介していくみたいな。面白そうじゃない？はい。じゃあ続いてリスナーの皆さんからメッセージ紹介しようと思います。ラジオネームミミさん、ゆうたさんただいまお帰り。私はゆうたさんと同じ95年生まれのシズニーです。私事になるのですが、2022年に入籍後すぐに、コロナ禍になり、結婚式が挙げられませんでした。しかしこの度6月25日京セラドーム初日の日に結婚式ができました。おめでとうございます。結婚式では大事な家族と友人に囲まれ、そして大好きな NCT127 のファーストラブをかけました。メンバー皆さんの歌声に背中を押されて包まれている感じでとても幸せでした。2年間結婚式について、悩みながらも NCT127 の皆さんも頑張ってるんだから前向きに進もうという気持ちでいられました。本当に感謝です。これからも皆さんが幸せでいられるように、応援します。ありがたいメッセージいただきました。おめでとうございます。確かにね、やっぱね、コロナ禍でね、何かするってすごく大変だよね。それこそね、僕のね、知ってるというか、身近な人も結婚式するのかしないのかみたいなね、最近ありましたよ、コロナ禍でね。でもやっぱ、俺ね、個人でこのコロナ禍でさ、こう動いた人とかさ、アクションを起こした人ってすげえかっこいいなと思いますね。このミミさんに限らずね、いろんなことしてるのを記事とかね、ニュースとかで YouTube とか、それこそネットでいろいろ見ると、すごいなって思うよね。やっぱね、僕らってやっぱどこまで行ったってやっぱまだ会社にさ守られてたりさ、それこそそのね、バックアップがあってやってるわけなんですけど、それをさ、この難しい状況でさ、一人でこうアクションを起こしてさ、結婚式もそうだけど、やっぱ責任がさ、付きまとうわけじゃん。そのことに対してさ、アクションを起こせるってかっこいいなって思ってますよ。だからミミさんもね、すごい、かっこいいなと思います。新婚生活楽しんでください。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームボノさん、ゆうたくんただいま。私は食べることが大好きな21歳シズニーなのですが、公式動画や過去のラジオでの発言からゆうたくんは、食への関心は薄いけど納豆は大好きな印象を受けます。確かにね、食はね薄いね。何食べてもいいんだよね。納豆はねもう外せないけどね、私の中で納豆のゆうたになっています。そこで質問ですが、突然価格が2倍になっても買うくらい好きな食べ物があれば教えてください。また納豆へのこだわりもあれば教えてください。これからも応援していますというメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、価格が2倍になっても買うもの、食べ物でめっちゃあるわ。もし韓国に住んでる体っていうので考えると、そんなもん全部2倍になっても買うよ。日本のコンビニが韓国に来てくれたらもうそれこそ3倍でも買うし、吉野家とかガストとかさ来てくれたらもうそんなの毎日行って行きつけの人になっても2倍3倍でも買いますよ。例えばコンビニのプリンとかさ、たい焼きさんとか、プリン俺1500円でも買うかもしれない。それは思ったけど、500円やったら買う。それぐらい日本のコンビニのクオリティとか、日本の食のクオリティが高すぎて、2倍3倍でももう多分買うね。納豆は強いてこだわりはないけど、やっぱ手汚れんの嫌やから、パカって開くやつあるやん。ソースがもう蓋に入ってて、その蓋をパカってやったら汁が垂れてそのままいけるやつあるやん。あれかな、やっぱ美味しさというよりかは便利さを見るかな。はい。ということで次行きたいと思います。ラジオネームニナさん、ゆうたくんただいま。ドームツアーお疲れ様でした。大阪公演後一緒に行っていた友人ともう一回ツアー最初からやってほしい。何回でも見たいと、ただをこねてしまいました。もうイリチルロスです。サニーロードがすごく好きで、仕事中でも鼻歌を歌っちゃうぐらいなので俺も大好き。大阪公演でゆうたくんとジュンくんがハートを作るところ、ゆうたくんがピースしてたのはハートを散らしてたんですか？最後ジェイホンくんに強制ハートさせられていたのですが、めちゃめちゃ面白くて可愛かったです。公演中のエピソードを教えてください。体に気をつけて、ゆうたくん大好きです。メッセージありがとうございました。サニーロード最後みんなでハート作るとこね。あれはね、前もってその誰と誰がやるとかっていうのはなくて、そこに集まって近くにいる人とハートしようみたいな話っていうか段取りやったのよね。で、それで俺は
なんかもうテンション上がっちゃってるからそのこと忘れてて、ファンのみんなに向けてピースやってたんやけど、ジェヨンは俺の横来てたまたまこう横になって、ジェヨンはこうハート作ってんのに俺がずっとみんなの方向を見てピースやってるから、おいおいちょっと段取りと違いますぜっていう感じやと思うんやけど、ちょっと待ってお兄さんつってちょんちょんみたいな感じやったと思うんですけど、で俺は気づかずに何って見て、ハート作って、そうやハートやったって言ってハート作って終わったみたいな、そんな感じやと思うんですけど、いろいろ面白かったですよ今回のドーム公演はね。テオも言ってた通りね、僕らその127人とかさ、ちょっとこうどんどんこうホールツアーやってアリーナやって、で今回ドームやらせてもらってみたいな、こうヒストリーがあるから、なんかこうメンバーみんなで楽屋でさ、俺らここまで来たでみたいな、まあ冗談でさ、この楽屋俺らさ初めてさ SM タウンで東京ドームさ立たせてもらった時さ、楽屋スーパージュニア先輩やったよなみたいな。でここ俺ら今単独でここスーパージュニア先輩が使ってたさ楽屋使ってんねんでみたいな、あの時トイレ一番遠かったよな俺らみたいな、なんかちょっとしたこうなんていうのな、思い出とかがそうこう蘇ってくんのよね。だからこそこうもっとこうファンのみんなに対してとか周りのねスタッフさんとかに対して感謝の気持ちとかもあったし、だからこそね、なんかね、なんとも言われへんシナジーをめちゃくちゃ感じた俺今回東京ドームやって。多分ね今回一番初めて感じたかもしれん。なんか最後のチェリーボムとかスティッカーやってる時もなんかもうみんなもうヘタヘタやねんけど、ヘタヘタの中でも頑張れよっていう、最後やぞっていうのが俺めっちゃ伝わってきたんやな。俺そういうのめっちゃ感じるタイプの人やね、自分で言うのもないけど。で俺もめちゃくちゃみんな頑張れよって言ってめちゃくちゃ頑張ってやったし、それにメンバーみんなが応えようとしてて、そのシナジーがねすごいこう回ってきたんよね。その時に俺めちゃくちゃ感動したし、そのぐらい素敵なステージだったし、それをねファンのみんなとこう同じね東京ドームで味わえたことはすごくこうめちゃくちゃ良かった。だからみんながもう一回見たいっていう気持ちはわかるよ。俺ももう一回すぐにでもやりたい。しみるわこの話してて、ほんまに。はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。続いての曲いきたいと思います。NCT127 でアミノエイシド。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。ゆうた at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、皆さんいかがだったでしょうか。今週もねやっぱこうちょっと熱くなったわ、ドームの話すると。で今スタッフさんからね、俺がさっきさちょろっと話したさ、ゆうた会談したら面白そうじゃないっていう話をしたんですけど、募集しましょうみたいな、やっちゃいましょうみたいなちょっとお声がかかってきたので、ここでゆうた会談を皆さんに募集しようと思います。皆さんが体験した話でもいいし、作った話もありにしましょう。誰が一番怖い話をできるかみたいな。UFO もありにしよう。ちょっとオカルト全部。怪談じゃなくてもいい。なんか身の回りで体験した不思議な話とか、説明がつかない話とかで、そこで俺が怖かった人にスティッカーをあげることにしようかな。スタッフさんとも会議何もせずに言ってるんですけど、はい、そういった話を募集して、僕が選んだ一番怖い人にステッカーを100枚差し上げます。はい、嘘です。1枚です。はい、ということで皆さんどんどんゆうた会談送ってください。メッセージはオーディニアにある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバーイ。こういう話を送ってきてな。Yeah, 뚫어내, 불러내, 가짜는 걸러내, try it, break it, he's gone. 왜 나를 찾아보다 밤새, gotcha, 인정해서는 너무 과지. This program was brought to you by Disney Plus. I'm a night, he's lying like one 8
major 난 hurricane 안 들려 네 목소리는 noise Taste like lemonade 짜릿한지 everyday 삼켜버려